はいどうも、ストックロックです。今日はですね、プランジベースでサークルカットをするっていうことで、プランジベース用のサークルカットジグを作っていこうと思います。それでいきなりなんですけれども、事前準備としてですね、このプランジベースの方、前回紹介した時に若干型つくっていう問題があったので、この底面ですね、型つきがなるべくなくなるように削りました。こういう平面の板にね、ヤスリを貼ってこうゴリゴリと削っていったわけなんですけれども、型付きがあるとね、どうしてもちょっと精度が悪くなってしまいますんで、事前に型付きをなくした方がいいかなと思います。それともう1点なんですけれども、この囚人アタッチメントですね、これをつけてる時にこのガイドですね、これが入らないっていう問題があったんですが、これ事前に入るようにしました。はい、こんな感じでこう通ってますよね。囚人ベースをつけたまま、このアタッチメント、この金属のボッコですね、これを通す方法は2つあると思います。でまず1個目はですね、これコメント欄でいただいたんですが、このねボッコを先に刺した状態で囚人アタッチメントをつけるとつけれますと。でただ裏面のここにね、この囚人ベースが出っ張ってしまうので、それを削る必要があるっていう情報をいただきました。それでもいいかなと思ったんですけど、もうちょっと簡単にできないかなと思って、この囚人ベース自体をちょっと溶かして曲げました。やり方なんですけれども、ちょっと一回外してみましょうか。はい、これ今取り外した囚人ベースです。でこのちょうど赤く印をつけたとこ、この印がすごい適当ですけどここの列の部分がねちょうど当たるんですよ。でこの列を火で炙ってあげて、柔らかくなったところでこの丸棒を押し付けると、そんな感じで形を成形していきました。この丸棒はね、直径1センチの棒ですね。これを押し当ててこんな感じで、ちょっと汚いけど、でもここ見えないんで何でもいいと思うんですよ。ちょこっとだけやってみましょうか。はい、これを炙ります。バンと加熱されてくるとちょっと泡が出てくるんで、ブクブクな状態になってきます。はい、泡出てきました。今ブクブクしてきたんで、この時に止めてボッコを押し当ててやると、ぐーっとこんな感じで成形していくとこんな感じになるってことですね。これをね1列ちょっとずつやって、時間で言うと3分ぐらいで終わるかなと思います。そんなに時間かかるものじゃないんで、ちょっとこっちの方がね見た目は悪くなるけど楽かなと思って今回は溶かして成形しました。そうするとね、こんな感じですっぽり、こっちも出っ張りはないし、このガイドのボッコもね最後まで押し込めるような形になりますので、この方法が一番簡単なんじゃないかなと思います。事前にこのボッコが通るようにする理由なんですけれども、今回のサークルカットはこの部分をね使っていきます。というのはこっちの方がね着脱がすごい楽だからですね。でサークルカットなんかをね使おうとした時に、ベースのね後ろのこの4つのネジを外してこうジグにね取り付けるっていう形が多いと思うんですけれども、自分にとって結構めんどくさくて使わないことになっちゃいそうで怖いんですよね。前に作ったトリマーテーブルとジグソーテーブルなんですけど、あっちの方もねずっと天板にトリマーとジグソーをつけっぱなしっていう状態になってしまって、ネジの着脱がねめんどくさい。着脱できるようにネジで作ったのにちょっと本末転倒なんですけれども、でもなるべくね時間のロスを抑えたいっていうことで、今回はせっかくこのいいプランジベースを買いましたんでね、これで簡単に着脱できるようなサークルカットジグを作っていきたいと思います。主な使用材料なんですけれども、今回はねこの 9mm のシナベニヤを用意しました。大きさは300幅の400とか450ぐらいですかね。あと前回のこのプランジベースの実験で使った 25mm 厚のパイン集成材ですね、こちらも使っていきます。あとは細かな部品使いますけれども、木材はこれだけでいこうかなと思ってます。あとね、今回一番大事なのがこれですね。リベットピンって呼ばれる金属棒なんですけれども、今回はこれをねこいつに差し込みたいと思ってるわけですね。でここにはまるのはね、パイが 8mm のボッコがちょうどはまりますんで、元々のこのガイドがそれぐらいの直径なんですよね。ということで 8mm のリベットピンがこんな感じではまります。でこれで固定できるって感じですね。今回はこれを入れたかったから囚人アタッチメントをちょっと曲げたんですけど、囚人アタッチメントをね使わないのであればこれだけでもいいと思います。これがね2本ですね。これ1本100円しないのでそんなに高いものじゃないので結構使えるかなと思います。はい、それではですね作業の方に移っていきたいと思います。
ではまずはね、ここにつくパーツを作っていきたいと思います。使うのはこのね、パイン修正剤ですね。まずは使う部分を毛がいてカットします。これはね、もうセンスですね。僕はセンスがないので、適当にやりますけど、あまり大きくやっちゃうと大きくなっちゃうんで、このぐらいでいいかな。あんま角張るの嫌だな。よし、だいたいサイズを決めました。かなり適当なんだけどね、また。はい、微妙な寸法ですけど、13センチのここが4センチ2ミリ、この部分を使っていきたいと思います。はい、今ねカットが終わりました。13センチの 4.2 センチ。次はね、この側面に穴を開けていきます。実際にこの金属のねボッコが通る穴ですね。直径が 8mm なので 8mm の穴を2箇所開けていきたいと思います。この金属棒の間隔は、8センチ 3mm でしたので、中心から 4.15mm ずつ振り分けるような形になります。で、こう置いた時にですね、この床面から 1.2 センチ上がった位置、ここがちょうど交わる点ですね。ここを2箇所 8mm のドリルで穴開けしていきたいと思います。こんな感じで2箇所穴を開けました。貫通の穴です。で、実際にこの金属のね 8mm のピンを入れるとこんな感じになります。これを2本入るようにするってことですね。で、次はこのねフランジベースに合うようにこちらを削っていこうと思うんですけど、それとねプラスちょっとこの先のために底面の方にね 7mm、8mm ぐらいかな、溝をね真ん中に掘りたいと思います。なのでここ真ん中の溝を先に掘ってしまって、それからこの形に成形して、あとはおしゃれに角を落とすとか、そんな感じで、こちらの加工をやっていきたいと思います。はい、裏面にね溝を掘りました。ちょっと狭めにしましたね、引いた線より。線をねちょっと広めに引いたんだけど、要は後々のためにこのねステンキャップをね買わせるようにしたいんですよ。こんな感じで。なのでOK かな。あとは深さなんだけど、もうちょっと深くした方がいいかな。やるなら今のうちなんだよね。もう 2mm ぐらいいっとくかな。今 6mm だったんで、このぐらいでいくかな。もうちょっとだけ念のため掘っておきます。はい、こんな感じで、深さはね結局 8mm ぐらい掘りました。入りそうなんで OK ですね。はい、次はねこの円ですね、フランジベースのここに合うようにカットしていきたいと思います。はい、ちょっと1箇所失敗したけど、あとはねヤスリで整えます。どうかな、こんな感じかな。で、ちょっとこのね角も削りたいっすね。先にちょっと角落としてこようかな。角落として削りましょう。よし、いいんじゃないですかね。どうですかね。結構ツルツルになったかと思います。手作り感はあるけど。で、実際につけてみますか。金属棒を通して、はい。で、これをフランジベースのこのガイドが刺さる部分ですね、ここにはめてみます。
あ、ぴったりぴったり。あ、大丈夫そうっすね。結構ぴったり収まったかなと思います。で、大事なのがこのベースの部分と今作ったパーツがツラツラになってること、これが結構大事ですね。これもしツラツラになってなければ調整する必要があるのかなと思います。自分の場合はバッチリツラが出てるんで全然型つかないんでね、全く問題ないのでこのままいきます。はい、ということでここまでできましたけれども、次はね、このしなべニア土台になる部分ですね。ここからね、長い感じにカットして、でサークルカット用のジグを作ろうと思ってるんですけど、こうつけるかね、こうつけるかでね、すごい悩んでます。ちょっと悩みつつね、まずは線を引いてみたいと思います。はい、ということで今線を引き終わりました。それでこのね、向きなんだけどこうしました。その理由はこう前にね進んでいく時に後ろに集塵ノズルが来ることっていうのが一つと、あとね、こっちにしちゃうとせっかくねここ削ったのが意味なくなっちゃうんだよね。もともとこういうつもりで作ったのでここ削ったんだけど、それが意味なくなるのもちょっと悔しいなと思ったので、予定通りこの向きでいこうと思います。いや本当はね、こっちの方がかっこいいなと思ったんですよね。今でも正直まだ迷ってるんですけど、今回はこれでいってみようかなと思います。それでプランジベースを上に乗せて、線を描いた部分と、あとこっちはこんな感じがかっこいいかなと思って描きました。でこっち側にプランジベースを乗せて、プランジベースに沿ってね描いたんですけど、でここ中心ね 45mm の穴を開けます。でセンターに1本線を引いて、センターから2センチ幅で、削っていこうと思ってます。これはもうくり抜きですね。それがこの穴からここまで、端っこから3センチいったところまで2センチ幅でくり抜こうかなと思ってます。であとここはね 1.1 センチちょっと狭くしました。プランジベースに乗せた端からね 1.1 センチずつ狭くなって、そのまま直線に伸びていって、最後は適当に円で結びました。はい、こんな感じですね。はい、ということでこれ一回カットしちゃうと物ちっちゃくなっちゃうといろいろと作業しづらいので、穴を開けてしまって、そこからこの2センチ幅先にくり抜いていきたいと思います。だいぶ切れなくなってきたな、この刃焦げ臭い。はい、ここですね。はい、綺麗にくり抜けました。じゃあ次はね、この穴を起点にしてトリマーでこっち削っていきます。こんな感じで出来上がりました。結構綺麗にできたかなと思います。次は丸ノコでカットしていきます。最初に引いた線の通りにカットしていく感じですね。こんな感じになりました。でね、本当はね
これをそのまま使って2段重ねにしようかなって思ってたんだけど、この木の部品が内側につくってなった時にちょっと干渉しちゃうんですよね。ここまで計算できてなかったんで、ちょっと急遽こっちの上に貼るのはもっと薄いシナベニヤを貼ろうと思います。ちょうど家にあったのがこれなんで、4mm のシナベニヤをこれと同じサイズにしてカットします。この先端の部分だけですね。これ2段重ねにするので、先に作ったパーツの方に合わせて上に貼る方もトリマーで加工していこうと思うんですけど、上に貼ろうと思ってる方は本当にもうちょっと幅の狭い溝を掘ろうと思ってます。8mm ぐらいにしようかなと思ってますね。なので毛がいてまたトリマーで加工していきたいと思います。それからカットだね。はい、ということでまたトリマーのお時間です。これ板厚 4mm のものなんで一発で削っちゃいたいと思います。一発って言っても 6mm のビットで削るんで2回になるけどね。はい、こんな感じです。実はちょっと失敗しましたが、ちょっとフェンスから離しちゃったんですよね。そしたらちょっと食っちゃいまして、若干失敗したんですけど、全然機能には問題ないんでこのままいきたいと思います。次はこれをカットします。はい、できました。これで OK です。今切った 4mm のベニヤ板を最初に作った土台にもう先に貼り付けちゃいます。あ、そうだ、円を描いたんだった。この円を写そうか。円を写す前にやっちまいましたね。こんなもんだろう、半径。イメージこんな感じで、そもそも適当なんで大丈夫でしょう。じゃあこれを貼っていきたいと思います。明らかに塗りすぎましたね。よし、では貼ります。よし、これでちょっと放置ですね。この状態で乾くまで放置したいと思います。はい、ということで1週間放置しちゃいましたが、取り外していきたいと思います。よいしょ。当然くっついてますよね。バッチリくっついてます。あとは形を整えてこいつをくっつけてっていう感じになりますね。ちょっと改めてこれで線引きましょうか。これね、前の部分、このラインをきれいに合わせた状態でピタッと合ってますね。この状態でちょっといらない部分をもう一度毛がきます。よし、こんなもんかな。で、今毛がきましたんで、あとはセンスでこの端っこはね、このまま伸ばしてもいいし、適当に削っていきます。で、あとこの先端の部分ですね、こっちも不要な部分があるので、これもちょっと削って形を整えてみたいと思います。はい、こんな感じで円の部分をカットしました。荒々ですけどね。次はここをヤスリで整えていきます。で、時々これを当ててね、実際に取り付くものを当ててチェックしながら削ります。なんか見た目はこんなもんでいいかな。このまま若干面も取ります。はい、こんな感じで出来上がりました。角はね、本当にちょっとだけ面取りしました。痛くない程度に。で、見た目はちょっと角張ってる感じを残した感じにしました。これで本体のメインの部分は完成となります。はい、次はね、この部分につくノブを作っていこうと思います。で、今までね、作ったノブを使ってももちろんいいんですけど、最近ノブが足りなくなってきたような気がして、ちょうどいい端材もあったので、
これを使ってノブを作っていこうと思います。詳しい作り方は以前紹介しましたので、特に詳しい説明はしませんけれども、作業風景だけ映していきたいと思います。ということで、いつもよりね、一回り小さなノブを作ってみました。はい、今ね、これあらあら周りを整えてきた状態ですね。ちょっとセンターの位置ずれてるんですよね。ちょっと周りのね、穴の位置もちょっとずれちゃってて、若干いびつな感じになってます。なので、正直失敗ですよね。でもこのままこれを使っていきたいと思います。で、このノブに鬼目ナットを入れて、いつも通り仕上げていきたいと思います。はい、ということで日頃の恨みを込めていただきます。OK です。これでノブは完成となります。で、次のパーツを作っていくんですけど、その前にこいつとこいつ先に塗装色塗っちゃいたいなと思います。ちょっと薄めがいいな。結構個人的にはいい感じなんじゃないかと思ってるんですけど、どうですかね。じゃあ次ノブ。はい、 OK です。こんな感じでできました。おそらくまだ乾いてないんですけど、このね、金属のパーツ、リベットピンですね。これをね、接着剤でもうここに固定しちゃいたいと思います。この状態ですね。で、よし、これもこの状態で1分ぐらい放置します。もうね、ガンガンいっちゃえってことで多分大丈夫でしょう。この状態でここにね、一度接着固定します。位置をしっかり合わせてね。なのでここに軽くボンドを塗って、でペタッといきたいと思います。はい、では塗ります。ほい、はい、塗りましたんで適当に、では貼り合わせます。はい、一旦ね、このメインの土台の方はこの状態で固定しておいて、次はね、裏の部分のパーツを作っていきます。まずこの幅ですね。この幅を測ります。2センチで設定したんですけど、おそらくね、小さめにカットしたつもりなんで、ちょっとね、狭いと思うんですよ。おそらくですけどね。19.6、ほとんど2センチだな。で、ここのパーツはね、スライドする部分なんで、2センチぴったりだと全然動かないことになってしまいますんで、若干小さめにカットしていきます。で、長さはどうしようかな。このノブの位置の関係もあるんで、13センチあれば十分かなって思いますけど、できるだけ短くしたいんですよね。ちょっと短めに12センチにしましょうか。長さ12センチでカットしていきます。で、使う材料はね、一番最初にこの土台で使ったシナベニヤ、はい、これですね。このシナベニヤを幅約2センチ、ちょっとちっちゃいぐらいでカットして、あとは長さを切ってっていう感じで、まず一つパーツを作っていきます。はい、できました。これがここに入ります。大丈夫でしょう。で、次はこのパーツにね、ボルトを差し込めるように穴を開けて加工していきます。今切ったパーツに穴を開ける位置を書いていきたいと思います。まずね、この真ん中のラインですね、センターライン引きましょう。それで端から1センチずつの位置、あと片方から4センチの位置、その3箇所にね、穴開け位置を描いていきます。はい、両サイド1センチと4センチの位置ですね。こんな感じで3箇所穴の位置を出しました。で、ここなんですけど、それぞれ穴の大きさが変わってきますんで、
一番端っこだけ、M6、この4センチと近い方ですね。近い方の端っこだけ M6 のボルトが入るようにします。あとは、M4 が入るようにしたいと思ってますんで、一番このね、M6 が入るボルトだけ穴の大きさが違うと、そんな感じになります。で、この3箇所にね、全部鬼目ナットを埋めます。まずは穴開けします。一番端っこのね、M6 ボルトが入るところは 9mm、 その他2箇所は、6mm で穴を開けたいと思います。はい、できました。こんな感じですね。それでちょっとずれました若干ね、まあいいかと思ってそのままやっちゃいますけど、まあこんな感じで穴を開けて、あと3箇所にそれぞれ鬼目ナットを取り付けていきます。はい、こんな感じです。でね、上がちょっと出っ張るんですよ。まあ僕使ってる鬼目ナットが 10mm だからなんですけど、これ 9mm 材なんでね、上が 1mm 出っ張るんですが、まあ見える部分ではないので適当に削ります。それでこの M4 の鬼目ナットなんですけど、ちょっと緩かったので接着剤も若干入れました。がっちり動かないようにしてしまってます。よし、 OK。 はい、こんな感じです。めちゃくちゃ汚いですけどね、まあ綺麗にしたい人は綺麗にしてください。僕はこのまま見えないんでこのままいきます。完全に動画撮らさってなかったんですけど今ね、この一番端っこの M4 の部分ですね。はい、ここだけ面取りしました。頭が埋まるようにこのね、面取りのピットを使ってゴリ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 っと面取りをしました。でこれが一応完成形ですね。非常に汚いですけど、まあ見えないんで全然 OK かなと思います。こっちは綺麗だけどね。はい、ここまでできましたんで、最後にね、このパーツの角を落としていきます。こんなもんかな。で、実際にはめてみます。トリマーで掘ったベースの穴が角丸いので、この奥まで行けば OK かなと思います。はい、そろそろ本体のクランプを外していきます。よいしょ。まあこれね、ある程度固定はされましたけど、仮止めなんで裏からねビスを打ち込んでいきます。この辺かな。1.5 ぐらいがちょうどいいかな。この辺かなっていう位置に印をつけたんで、ここにビスを打っていきます。よし、これが下穴だ。で、今ネジを先に入れたので、この部分にちょっと面取りをします。次は最後まで打ち込みます。はい、 OK。 よし、これでがっちり固定されましたね。はい、最後にね、ボルトでね止めるためのノブを作ったんですけど、まだボルト切断してませんので M6 のボルトを切断していきます。長さはね 2.2 センチ、それぐらいでいいかなと思いますんで、前回紹介したこちらのねアースマンのチップソー切断機で切断していきます。はい、切断できました。切断した M6 のボルトを先ほどのこの下につけるパーツですね、こちらの M6 の鬼目ナットの部分に取り付けます。ちょっとね、長さがどうなんだろうなっていうところが心配なんですけど、よいしょ。大丈夫そうだね。大丈夫そうです。今切ったボルトの長さがちょうど良かったので、取れないようにここも接着しちゃいたいと思います。はい、接着剤をつけて差し込みました。よし、これで放置します。はい、ということで、全部パーツが出来上がりました。最後に組み上げて、機能の説明をしていきたいと思います。まずね、これ本体ですね。これはこのままでいいんですけど、問題は最後に作ったこいつなんですが、
まずこのパーツなんですけれども、実際にサークルカット、円を切るね、半径を調節するためのパーツになります。こちらを裏面のここにはめていきます。こんな感じですね。で、この出っ張った、最後に留めた M6 のボルト、これにノブをつけます。これで位置の固定ができると。で、緩めるとスライドして動かせると。こんな感じですね。ちなみにちょっと待ってる間暇だったんで、この下のパーツも色を塗りました茶色くなってるでしょ。特に意味はないんだけどね。ということで、まずこれで、機能的には半径の調整ができると。実際にサークルカットをするときって材料に穴を開けてピンを刺して、ピンを中心としてね、周りをこう動かすように円を切っていくんですけれども、その実際ピンになるパーツっていうのがこれです。これが M4 のステンキャップですね。で、先端をちょっと尖らせてみました。これと M4 の普通の、ボルト、ネジですね。これも先端を若干尖らせてみました。これを使います。で、本当はね、ジグソーのサークルカットの時に使った、金属のピンをね、使った方が絶対にいいんですけど、今回は手持ちでなかったので、このステンキャップとボルトを使用しました。で、利点としてはね、長さの調整がネジでできるよっていうところで、まずステンキャップの方、これはこのちょうどノブの隣の M4 のところに入ります。そうすると裏からピンが出てきますね。で、長さの調整ができると。そんなに長くなんないけどね。この辺りはステンキャップの長さを変えていただければ、いかようにもなるのかなと思うんですけど、で、このステンキャップが入った状態でも移動ができるように、この頭がちょうど入るって感じですね。こんな感じになります。で、ピンの位置なんですけれども、これをね、目いっぱい寄せた時にここまでしかいかないわけですよ。ベースの当たる部分、この手前をちょっと削ってるんですけれども、ここにね、ステンキャップが一応通るようになってます。それでもここが限界です。これがマックスになりますね。そうなるとこの半径より小さい円は描けないことになってしまうんですよね。それを解決するためにこの端っこに M4 のボルトの穴を作ってます。で、こっちはですね、これより半径ちっちゃい時にしか使わないので、普通にこのプラスのボルトを回すような感じにしてます。これをくる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 っと、プラスドライバー欲しいですけど、はい、こんな感じですね。この先端の方を使う時はこの中間いらないので、抜いた方がいいですね。じゃあなんでベースのここを削ってるのかというと、微妙なところに合わせたい時に合わないんですよ、これがないと。この先端を使ってね、こう合わせてもいいんですけど、極力このステンキャップの方を常用していきたいので、このステンキャップの使える幅を広げたっていう感じですかね。この分ですけどね、たったということで、この M4 の、普通のボルトネジの方は普段は外しておこうかなとは思ってます。こっちのステンキャップの方を使って基本はサークルカットをしていこうかなと思います。で、なるべくね、中心になる部分とこのノブをね、近づけたかったんですよね。その方が安定するなと思ったので、ここはなるべく近めにしてます。で、ここの距離はこっち側をサポートできればいいやっていう感じの長さに設定してます。ステンキャップを外せばここまでいくって感じですね。実際ここまでいったら刃当たっちゃいますけどね、ギリギリなので、このぐらいが限界なのかなっていう感じですね。こんな感じの仕組みなんですが、で、取り付けですね。取り付けは本当に簡単になるように考えました。プランジベースの、この穴を利用してただ刺して、でこれを回して固定してもらうと、これでがっちり固定ができるんで、いちいちね、サークルカットをする時にベースの方のネジを外してね、取り替えるっていう手間がなくなるので、本当これが当初の目的だったんですよ。もうネジを外すのめんどくさくてですね、これだったら結構使い勝手が良くて、何かあった時すぐ使おうかなと自分で思えるので、こういう形に今回はしました。でもしね、今回プランジベースですけれども、通常の標準ベースにも対応したいということであれば、この同じものを使ってね、ここに穴開けてもらえばはまるんじゃないかなと思うんですけど、ただピン固定しちゃったんでね、今回は僕はあまり使わないだろうなと思ってプランジベース専用にしたんですけれども、このピンを接着で固定しないで外せるような状態にしておけば、
一応ここに標準ベースが乗っかるのかなと思います。なので標準ベースでも使いたいよっていう人はですね、このピンの固定はしない方がいいと思います。最後にキマなんで色を塗ったパーツなんですけれども、こいつもね本当はアルミの、金属のベースのものを使った方が結構加工が楽だと思います。幅もすごい決まってるしね。でこの本体をね最初トリマーで削ったところですね、削る時に2段で削ってあげれば最後表面に貼ったベニヤ板も表面に貼らなくて済むので1枚でいけちゃいますね。その場合は裏面何か金属の薄い板を使って作ってあげた方がもっとスマートに仕上がるかなと思います。なるべくね材料費かけたくないので同じこの木で作りましたけれども、もしもっとスマートに楽に作りたいっていうことであればアルミの 3mm ぐらいの板がいいんじゃないかな。2センチ幅で 3mm 厚のアルミって結構ホームセンターに売ってるので、長いやつね、それをこのぐらいの長さにカットして、でタップ切って、ネジが入るようにして、そういう風に作った方がかなり楽かなとは思います。この方がちょっとめんどくさいですね。ただ今回はあるもので作れたので、買ったのはこのピンだけかな。はい、この2本の特殊なピンですね。同じ風に木材で作りたいっていうことであれば、今回の作り方が参考になるんじゃないかなと思います。それで最後に、ちょっと使ってみたいなと思うんですけれども、あいにくあんまり大きい材料は使いたくないのでもったいないですからね。なのでちょっとちっちゃい材料で試してみたいと思います。この前実験に使ったこいつですね。こいつのこの辺でちょっと何本かサークルカットしてみましょうか。っていうことでどうしようかな。この辺にしましょうか。じゃあこの辺にまず M4 の穴を開けたいと思います。本当はね垂直に開けた方がいいですよ。もちろんただの遊びなんで適当に開けますけど、裏面のピンですね、これを差し込みます。はいはい、刺さりました。どのぐらいで掘っていきましょうかね。よいしょ、くっつけてこれで固定します。ではカットしてみます。次はちょっと縮めてみます。じゃあここでまた固定してカットします。もう一列ぐらいいってみますか。うわ、集塵器つけるの忘れてた。こんな感じですね。ここが今中心でした。この穴を使ってちょっとだけ掘りましたね。で下まで貫通させたいっていう場合は、何度も同じところをやる必要があると思うんですけれども、薄い材料であればね1回で円を切れちゃったりします。今回は4分の1にも満たないここしかやりませんでしたけど、全然ねくるっと一周してもらえば、これくるーっと一周してもらえれば綺麗な円が描けます。でこの中間からね途中からグッと押し込んで刺せるような形になるので、かなりね安全にカットもできるかなと思いますので、ぜひともフランジベースを持っている方は作ってみてください。はい、ということで、今日はこのプランジベースを使った、サークルカットジグを作っていきました。一番の目玉は何といってもこの脱着なので、これが本当に楽をしたかった部分なんですよね。これですね。これが本当にうまくできたので、非常にいいものができたんじゃないかなと思います。で今使ってみた感じも使い心地すごい良かったんで、円を切りたい、そしてプランジベース持ってるって方はですね、是非こんな感じのジグを作ってみてください。で今回使った材料ですね、またこちらの方に表示させておきます。自分は今回買ったのこのピンだけなんですけれども、シナベニアとか家にあるよって人はね、ラワン材でも何でもいいんですけど、なんか板があるよって方はすぐ作れるかなと思いますんで、是非ともチャレンジしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。
ちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。